毛糸を2本指に2回巻きつけ、糸が交差している部分を持って外します。糸端より手前に針を入れて編みつけたら、続けて立ち上がりの鎖3目をし、輪の中に長編みを2回編みます。次は鎖編みを2回、そうしたらまた輪の中に長編み3回を編み入れます。次は鎖編みを2回、ここからは長編み3回、鎖2回をセットとして合計3セット編みます。2セット目が完成。次が3セット目の長編み3回、鎖2回です。編み終わったら糸端を少し引っ張り、動いた輪の糸端の根本側を引っ張ります。引っ張るともう一本の輪の糸が締まっていくと思います。締まりきったら再び糸端の型を全力で引っ張っていきます。これで輪が締まりました。それでは最初の鎖3目目に糸を引き抜きます。糸は程よい長さで切りましょう。糸端を引っ張って1段目の完成です。毛糸の色を変えて編みます。2段目は鎖編みでできた隙間にまず糸をつけます。そのまま立ち上がりの鎖3目を編み、ここで1段目の終わりの糸端もつかみ、同じ角の隙間に長編みを2回編みます。続いて鎖編みを2目編み、また同じ隙間に長編みを3回編みます。あと3箇所の角にも同じ編み方をしていきます。立ち上がりを長編み1目と数えるので、長編みを3回。鎖編みを2目編んだ後に、長編みを3回編みます。同様にあと2セットを編みましょう。編み終わったら糸を切ります。そうしたら切った糸端を引っ張り、2段目の完成です。3段目の毛糸は2段目の長編み3回の隙間に編みつけます。
続けて立ち上がりの鎖3目を編んだら、同じ隙間に長編み2回。角の編み方は2段目と同じです。長編みを3回。鎖編みを2目編み、また長編みを3回。これで角が編めました。次もまた長編み3回の隙間を狙っていきます。角以外は長編みを3回だけ編みます。角は今までと同じく長編み3回、鎖編み2目、長編み3回、同じ隙間に編んでいきます。残りの隙間も同様に編んでいきましょう。これで3段目の完成です。3段目の編み終わり位置から始めます。立ち上がりの鎖3目を編んだら、続けて長編み2回。次の隙間も角ではないので、長編みを3回だけ編みます。角は今までと同じです。長編み3回の後、鎖編み2目をして長編み3回。残りの隙間も今までと同じルールで編んでいきましょう。グラニースクエアが完成しました。ここからは糸処理をしていきます。糸端は同じ色のところに隠していきましょう。1段目はぐるっと円を描くように隠していきます。ある程度糸端を隠せたら糸を切ります。このようにどんどん糸端を隠していきましょう。今回は飾りなので頑丈に処理しなくても平気です。糸処理が終わりました。次はこのような形に縫い合わせていきます。スクエアを45度回転させ、トップ以外の3つの角をマーカーで1つにまとめておきます。この3辺を縫い合わせていきましょう。先にストラップ部分を作ります。トップの角に糸を編み付け、そのまま鎖編みを1回編みます。程よい長さまでぐーっと糸を引き出したら、糸の両端を持って引き締めます。次は初めの糸端を裏側に移動させ、終わりの糸端との2本で固く結びます。もう一度くぐらせて2回目の固結びをします。念のため3回目も結んでおきました。
初めの糸端は切っておきます。結び目が不安な人はボンドも OK。縫う用の毛糸は本体の4倍くらいの長さで切ります。とじ針に糸を通したら、上から隣り合う半目同士を拾っていきましょう。半目巻きかがりの縫い方です。マーカーをつけたところまで縫っていきます。マーカーを外します。次は画面左側の角とつなぎ合わせていきます。つなげるときは角の鎖編み半目だけを拾います。続けて隣同士の目も半目ずつ拾います。辺の終わりまで糸を通していきましょう。縫い終わったら反対の辺に移動します。糸は切らずにそのまま渡していきます。縫い終わり側から一方向に針を刺し、最後一気に糸を引き抜きます。きつくなりすぎないように手で引っ張って緩めておきましょう。そのまま反対側の辺を縫い合わせていきます。手順は同じです。最後に玉留めをしておきます。数回糸端を隠してから糸を切ります。縫い終わりはこんな感じです。次は木の幹部分を作っていきましょう。編み図はこんな感じになります。右から3本目の斜めの糸に針を刺します。新しい糸を編みつけたら溶けないようにもう一度鎖編みをし、ぐっと引き締めます。次は鎖編みを3回。同じ糸の根元に長編みを1回編みます。この時、糸端を巻き込みながら編んでいます。隣の縦糸に長編みを2回。溶けないように鎖編みを1回したら、そのまま糸を引き出します。あとは糸を切って終わります。これでツリーの完成です。最後に装飾をつけましょう。好きな色の毛糸にボタンを通します。ボタンが真ん中に来たら、ツリーのトップに毛糸を通していきます。ボタンにもう一度針を通し、毛糸を巻きつけます。とじ針を抜いたらリボン結びをします。一度肩結びを挟んでから行いましょう。リボンの大きさ、紐の長さはお好みで調節してみてください。
少しカットしてみました。これで完成です。お疲れ様でした。チャンネル登録や高評価お願いします。